1982年、ドイツのケルン大学、ある小さな実験が行われた。二人一組、一人に10マルクが渡される。その人が好きな割合で分けて、もう一人が受け取るか、断るかを決める。ただし、拒否すれば、二人ともゼロ。経済学の予測はシンプルよ。1マルクでも受け取れ。ゼロよりマシだ。ところが現実は全く違ったのよ。どういうことですか？ゼロよりマシなら、普通は受け取りますよね。こう考えてみてね。上司に、ボーナスは俺が9割。お前は1割と言われたら、1万円もらえるとしても、何か断りたくなる気持ち、ない？確かにあります。その不公平さが腹立たしくて、断りたくなります。そうよ。その感覚の正体を、42年前のデータが証明してるわ。本当にそんな結果が出たんですか？気になります。この実験を設計したのは、ベルナー・ギュートたちよ。そもそもこの実験はどんな仕組みだったのか、詳しく見てみるわ。ギュートさんたちは、どんな実験を考えたんですか？名前は最後通帳ゲーム。40年以上前の実験なのに、今でも行動経済学の教科書に必ず載っているの。ルールはとてもシンプルよ。一人が金額を決めて、もう一人が受け取るか断るかを選ぶ。それだけよ。断ったらどうなるんですか？受け取る側のお金もなくなるんですか？断ったろうたりともゼロ。受け取れば、提案通りのお金が両者に渡る。一度きりの勝負だから、最後通帳なの。参加したのはケルン大学の学生よ。完全匿名で、相手がわからないまま提案を決めて、受け取るかを判断する。この設定が重要なのよ。相手の顔は見えるけど、自分の相手が誰かはわからないという設定よ。感情ではなく、公平かどうかだけで判断できる環境ね。匿名なんですね。相手の顔が見えない分、罰のコストも低くなりそうですが。全員が同じ部屋にいて顔は見えた。ただし誰と組んでいるかはわからない。顔は見えるが相手は特定できないという絶妙な条件だったの。実験は簡単ゲームと複雑ゲームの2種類があったわ。簡単ゲームはただお金を2人で分けるだけ。複雑ゲームは黒チップと白チップの束を分けるもので、両者の評価が違うの。今日は主に簡単ゲームの方を見るんですね。そうね。まず簡単ゲームから見るわ。分配金額は4マルクから10マルクまで、各金額につき3ゲームずつ、合計21ゲームが行われたの。さあ、結果よ。ゲーム理論が予測するのは何だったかしら。プレイヤー1はほぼ全額を自分のものにして、プレイヤー2には最低限の1マルクだけ残す。プレイヤー2はゼロよりマシだから受け取る。ということですよね。まあ、正解ね。人間が完全に合理的ならという前提で経済学が導き出す答えはそれよ。プレイヤー1はほぼ全額を要求し、プレイヤー2はゼロよりマシだから受け入れる。ところが現実は全く違ったのよ。未経験者の21ゲームでは、プレイヤー1の平均要求額は約4.38マルク。全体の約 65% ね。最大化していない。65%。要は、自分が少し多め。でも相手にも35%残す。という感覚ですか？そうね。そして驚くべきはプレイヤー2の行動。拒否は21ゲーム中たった2件。でもこれが理論上はゼロのはずなのよ。理論上は0件のはずなのに、現実は2件。それは少ないように見えます少ないどころじゃないわ。合理的なら絶対起きないことが起きた。という意味で革命的なの。しかもパイロット研究の9ゲームでは3件も拒否が出ていた。プレイヤー1が 90% 以上を要求したとき、プレイヤー2は確実に拒否したのよ。100% 要求や 90% 要求は拒否されるということですね。論文に記録されている具体的なケースを見るわ。パイロット実験でゲーム C はプレイヤー1が1マルク中 0.90 マルクを要求した。
プレイヤー2は拒否。ゲーム G と H は1マルク全額要求。どちらも拒否されたの。全額要求は確実に拒否されるんですね。でも、プレイヤーにもゼロになってしまうのに。それが最後通帳ゲームの核心よ。人間は不公平な提案に対して、自分も損してでも相手を罰する意思がある。これは純粋な経済的合理性では説明できないわ。プレイヤー2の心理メカニズムって論文ではどう説明されているんですか？論文はプレイヤー2の典型的な考え方をこう述べているわ。プレイヤー1が公平な金額を残してくれれば受け入れる。そうでなければ、拒否のコストが高すぎると考えるまでは罰する。罰のコストが高すぎると思うまでは罰する。つまり、コストが低ければ積極的に罰するということですか？そうよ。プレイヤー1が 90% を要求すれば、プレイヤー2への残し分は 10%。拒否してゼロになっても、その差はたった 10% 分のコストよ。それなら怒りで罰した方が気持ちがいい、という心理が働くのよ。一方、プレイヤー1もこれを分かっているの。プレイヤー2が拒否コストを高すぎると考えない程度には、少なくともある程度残さなければ、と考えて自己規制する。要は、どこまで要求すれば相手が怒るかを計算しながら動いているんですね。その通りよ。論文ではプレイヤー2の受諾額がプレイヤー1の要求額にどう反応するかを統計的に分析しているの。残し分の金額が大きいほど、また全体に占める割合が高いほど、受諾される傾向があるわ。ここまでは提案する側と受け取る側が固定でしたよね。両方の立場を経験したら、人の行動って変わるんでしょうか？いい質問ね。37人の被験者全員にプレイヤー1とプレイヤー2の両方を経験させたの。提案する側も、受け取る側も、自分でやってみるということよ。7マルクを分ける実験で、自分がいくら要求するかと、相手からいくら以上もらえれば受け入れるかを両方申告させた。すると37人中15人が、ちょうど等分、3.5マルクずつを選んだの。37人中15人が完全等分。要は、公平に半分ずつが人間の直感的な基準なんですね。そう。そして整合性テストでのプレイヤー1の平均要求は全体の 55%、本実験の 65%、69% より低かった。自分が両方の立場を経験すると、より公平な要求をするようになるのよ。立場を入れ替えてみると公平性の感覚が高まるんですね。次に驚くべき結果があるわ。実験は1週間後に繰り返されたの。同じ被験者が再び実験に参加した。1週間の経験を経て、人々の行動は変わりましたか？変わった。でも予想と逆方向にね。未経験者の拒否は21件中2件。経験者の拒否は21件中6件。拒否が3倍になったの。経験するほど拒否が増えるんですか？普通は慣れてくると思っていましたが。プレイヤー1も学習していたの。経験後の平均要求は 4.75 マルク、69%。未経験者の 4.38 マルク、65% より高い。プレイヤー1がより貪欲になったから、プレイヤー2の拒否も増えたの。経験したプレイヤー1がもっと多く要求するようになった。プレイヤーにも怒って拒否が増えたということですね。その結果、経験者グループの総支払い額は116マルク、未経験者の137マルクより低くなったの。より貪欲に振る舞った結果、全体の取り分が減ったのよ。要は、貪欲さが全体の損失を招くということですね。まるでグループでの不和みたいです。次は複雑ゲームの結果ね。こちらはお金ではなく黒チップと白チップの束を分けるゲームで、両者の評価が異なるの。高い金額の複雑ゲームでは、合理的な人間なら当然こう分けるはずという答えがあって、プレイヤー1が18マルク、プレイヤー2が10マルクになるの。比率で言うとプレイヤー1が約 64% を取る答えよ。複雑ゲームでは、その合理的な答えに近い行動をとるんですか？高い金額の複雑ゲームでは15件中9件で、プレイヤー1がその
合理的な分け方を提案したの。簡単ゲームよりずっと高い割合ね。なぜかというと、この分け方はプレイヤー2にも10マルクという比較的高い金額が保証されているの。自分も悪くない取り分だと感じれば、人は不満を持ちにくい。公平に見える提案は受け入れやすいのよ。要は、合理的な答えが公平に見えるときは、人々もそれに従いやすい、ということですか？正確にそれよ。合理的な答え、公平な分け方の時は人々も合理的に動く。逆に、合理的な答え、極端に不公平な分け方の時は感情が優先されるの。これが簡単ゲームと複雑ゲームの違いを生み出す根本原因ね。でも複雑ゲームでも、その合理的な分け方を提案したのに、プレイヤー2が拒否したケースもあったんですよね。そうね。複雑ゲームでも、プレイヤー2が拒否すれば自分の損失は1マルクだけ。でもプレイヤー1には8マルクの損失を与えられる。少し損してでも相手を大きく罰できるという構造は同じなの。この実験の話、現実の社会にもそのまま当てはまる場面ってあるんですか？たくさんあるわよ。賃上げ交渉がその典型ね。会社が莫大な利益を出しているのに、今年の昇給は 1% と言われたら、多くの従業員は転職という拒否を選ぶ。たとえ 1% でも上がるのにゼロを選ぶようなものよ。確かに、会社はこんなに儲けているのに自分はこれだけ。その不公平感で辞める人、すごく多いですよね。消費者の不買運動も同じよ。企業が儲けすぎていると感じれば、少しくらい不便でも不買を選ぶ。自分も損するのに、ね。自分が損すると分かっていても、不公平な企業とは関わりたくない、という気持ちなんですね。逆に、企業や交渉の相手がプレイヤー2の敷地を意識した提案をすることで、摩擦を減らせる。これが公平に見える価格設定や、従業員が納得できる給与体系が重要な理由ね。要は、公平に見えるかどうかが実際のビジネスでも機能するんですね。そして政治の世界でも、増税の議論で、富裕層は何も払わないのに庶民だけ増税と感じると、有権者は選挙での拒否という行動をとる。経済的に合理的かどうかではなく、公平かどうかが判断基準になるの。経済的合理性より公平感が行動を決める。これって進化的な理由はあるんですか？ギュートラの論文では進化的解釈は行っていないわ。でも後続の行動経済学研究では、不公平への怒りは、繰り返しゲームで評判を守るための感情的メカニズムとして進化したという解釈が有力視されているの。今回は損してでも罰することで、次回以降、不公平な提案をされにくくなる、ということですか？そうよ。この人は不公平な提案を断るという評判を持てば、将来の相手はより公平な提案をせざるを得ない。短期的な損失が長期的な利益になるのよ。怒りは非合理に見えて、実は長期的には合理的な戦略だったんですね。まとめるは、ギュート、シュミットベルガー、シュバルツェの1982年の実験は、人間が純粋な合理性ではなく、公平性の規範に従って行動することを初めて体系的に示したの。プレイヤー1は最大化要求をしない。平均的に 65% 程度に止め、相手への残し分を意識する。プレイヤーにはゼロより少しでも多ければ受け入れるのではなく、不公平と感じれば拒否して相手を罰する。経験を積んでも、この傾向は消えない。むしろプレイヤー1がより貪欲になった結果、拒否も増えて全体の取り分が減った。合理的な貪欲さは集団の非効率を生む。でも最初の疑問に戻るんですけど、なぜ人間だけがこれをするのかって不思議ですよね。チンパンジーも同じことするんでしょうか？いい質問ね。ギュートラの論文はその問いに答えていない。1982年の段階では、なぜ人間がこうするのかまではわからなかったの。ただ確かなことは、この実験が人間は純粋な計算機ではないということを初めてデータで証明したということよ。人間だから不公平に起こるのかもしれないんですね。それって
人間が社会で協力して生きることを可能にした特性なんでしょうか？その問いへの答えは、まだ研究の途上にあるわ。でも少なくとも1982年のあの実験は、人間は純粋な計算機ではないということを初めてデータで証明した。それがこの論文の最大の功績よ。人間はゼロよりマシなら何でも受け取る計算機ではなかった。今日のお話を聞いて、自分の不公平に怒る気持ちが少し誇らしくなりました。そうね。その感情は何百万年もの人類の歴史が作り出したものかもしれない。今日のポイントをまとめるわ。第一に、人間は不公平な提案を損してでも拒否する。第二に、プレイヤー1もこれを見越して自己規制する。第三に、経験を積むと貪欲さと拒否が共に増えて全体が非効率になる。第四に、公平に見える提案は受け入れられやすい。複雑ゲームがその証拠よ。今日の話を聞いてわかりました。人間はもらえる量より公平かどうかを優先するんですね。それが損してでも拒否する行動の正体だったんですね。次回も論文データでみんなのお金の常識を揺さぶります。それではまた。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあまたね。